アメリカの景気が悪くなってしまったので、海外の揉め事に俺たち首突っ込んでる場合じゃねえよってことで、世界の警察をやめますって言っちゃったんですよね。公明党が推進した消費税の軽減税率が要因となってインボイス制度ができたと思いますが、どう思われますか？僕、その軽減税率自体反対なんですよね。結局、その軽減税率、例えば、新聞社の新聞って軽減税率適用されてるんですよ。で、なぜ軽減税率っていうものが出てきたのかっていうと、一律の方が計算楽だよねっていう話だと思うんですけど、で、ただ、その当時の、あれ、安倍政権の時だと思うんですけど、そのメディアに嫌われたくなかったんですよね。で、メディア、新聞社っていうのが、要はその毎月毎月同じ金額なので、惰性で新聞を取ってる人っていうのが大量にいるんですよ。で、ところが、その消費税が8%から10%に変わった場合に、2%分値段が高くなるので、その毎月毎月の自動の引き落とし契約の更新をしてもらう必要があるんですよ。要はその契約更新してくださいってお願いして、じゃあ契約し直すっていうのをその新聞取ってる人にやってもらってやらなきゃいけないんですけど、それやろうとすると、そういや別に新聞なんかなくてもいいから、じゃあもう新聞取らねえよっていう人が結構出るんじゃないかと言われたんですよね。なので、その消費税を上げてしまうと、自分たちはその契約更新をしなきゃいけないので、で結果としてその新聞の契約を取らない人が増えてしまうと。で、それが嫌だということで、軽減税率で消費税を維持し、その8%で維持してほしいっていうので、その新聞業界はそれに乗っかってくれたので、安倍さんありがとうってことで、基本的にこう安倍さん応援派になってしまったっていうのなんですけど、なので、その軽減税率っていうのを、じゃあ、どの業界に軽減税率が適用されるかっていうのが、その政治家が決めることができるんですよ。なので、その政治家が決めることができるというのがある種利権なんですよね。要はその新聞がじゃあその安倍政権に対して悪いこと書かないっていう見返りに、じゃあ軽減税率になりましたっていうように、この商品は軽減税率ですかっていうところが、割とその政治家に対する見返りで何を提供したのかっていうので決まったりするんですよね。多分日本だと生理用品が軽減税率に入ってないんだと思うんですけど、フランスの場合だと、生理用品も軽減税率に入ってるんですよね。そのトイレットペーパーとかティッシュペーパーとか、その生活必需品っていうのが基本的にはフランスだと軽減税率になるよねっていうんですけど、で、生理用品も生活必需品で、その生理用品なしで、血垂らして生活するわけにいかないじゃないですか、女性は。だから、いや、それ普通に生活必需品でしょっていうのがフランスの考え方なんですけど、なぜか日本の場合はそれが生活必需品ではないっていう。あれ必需品じゃなかったんだっていうのが、僕の感想なんですけど、日本はその政治家は男性が多いので、なので、生理用品を買わなくても生活できると思ってる人が多いんじゃないかなと思いますけども、はい。山本太郎さんの外国人政権にメリットが思いつかないのですが、何かあるのでしょうか。外国人参政権のことかな。まあ、外国人が選挙に行けるようになって、外国人の、例えばじゃあ、中国の人に、日本の選挙の参政権を与えますと。なので、中国人も投票できるようになりました。で、ただし、中国人は政治家になることができませんっていう参政権の場合。であれば、中国の言いなりになります、俺はって言って出馬すると、多分中国人の人の票はバンバン来るんですよ。なので、その中国の人の支援を受けて政治家になりたいっていう人であれば、じゃあその外国人受けをすることを言えばいいっていう。なので、その令和新選組自体が今のところ日本人にはそこまで支持されてないので、国政政党なので2%か3%ぐらい支持されてるのかな。なんですけど、じゃあ今後どうやってそう日本人の票を増やすかって考えると難しいよねって考えるのであれば、むしろ外国人が投票できるようにして、外国人から票をもらった方がいいんじゃねっていうふうに考えるのは、それはそれで合理的なんじゃないかなと思いますけど。中国経済にも陰り見始め、世界で成長が縮小しています。効率性のみを考慮したとき、G7 に中国を加え、経済的に各国がというのは資源効率化しないでしょうか。まず、各国が富むというのが無理であるというふうに考えた方がいいと思います。グローバル経済になってしまったせいで、割といろんなものがいろんな国に入って、みんなが同じものを欲しがってしまっているので、で、南北間の格差というのは、どんどん少なくなってるんですよ。世界がひもじくなってるよねって言い方をする人多いんですけど、先進国はひもじくなっています。その代わり、
アフリカだったりとか、その東南アジアだったり、第三諸国と言われてる先進国ではなかったところというのは、めちゃめちゃ成長しています、最近。ここずーっと。要するに昔はじゃあ電話線とかがあって、ADSL があって、なんかインターネットみたいな時代が、そのアフリカとかはいきなり携帯電話で 5G でつなぎますみたいな。なので、いきなりアフリカ人がなんかプログラム作って IT で儲けますみたいになっちゃったんですよね。もともとIT とかで儲けようと思うんだったら、なんか電話線を引いて、プロバイダーがあってみたいな、そのインフラっていうのがないとできないよねっていう時代だったのに、インフラなんかなくてもいいっすよ、優秀な人は全然稼げますよ、ネットサイトがないと大丈夫っすっていうのが、もう世界中でできてしまって、で、まあ、日本ではそんなんないんですけど、その英語圏だと、アフリカだったり、なんか中東の方から、オレオレ詐欺みたいのが英語できたりするんですよ。あと、ランサムウェアって言われる、なんか、あなたの会社のデータをすべて暗号化しました。お金を払わないとその暗号を解くことはできませんよ。みたいなウイルスバンバン送って、で、大体そういうの専門家に相談すると、犯人捕まるの難しいからお金払った方がいいっすよって言われちゃうんですよ。なので、そのハッキング能力がある人っていうのは、それで金稼げるっていうのが、世界中誰でもできちゃうんですよね。頭が良ければ。っていうのもあって、なので、割と発展途上国というのはすごく伸びていますと。発展途上国が伸びて、その分、先進国の優秀ではない人というのが金を稼げなくなったので、で、先進国って言っても、みんながみんな優秀だから先進国なわけではなく、だいたいごく一部優秀な人がいるんですけど、それ以外にとって別にアフリカに住んでる人と変わらなかったりするんですよ、日本に住んでる人の能力値も。なので、たまたまその先進国に住んでるから、なんか恵まれてて、俺優秀なんじゃねと思ってた人が、人間としては別になんか発展途上国の人間と能力そんなに変わらんよねっていう人が、まあ、収入としても発展途上国の人と変わんぐらいの収入しかないよね。まあ、例えばタオルを作るという仕事が、日本でやっても中国でやってもアフリカでやっても出来上がるタオルの品質はほとんど変わんないんですよ。なんかめちゃめちゃ丁寧にやって1万円のタオルですとかだったら別なんですけど、じゃあ1万円200円ですみたいなタオルであれば、別に誰が作っても出して変わんないから誰のでもいいよっていう感じになってしまうので、誰のでもいいんだったらアフリカ人と同じ給料でもいいよねということになってしまうんですよね。ただアフリカ人と同じ給料で先進国では暮らすことはできないので、家賃だったり物価が高いので。なので結果として生活が苦しくなるよねっていうのが先進国で起きているっていう話なので、なので各国が富むというのは今現在も先進国以外は起きています。ただ先進国の一般の人たちというのが辛いよねという状況は今後も変わらないと思いますというお話です。2020年代に入って戦争が頻発していますが、危機はどれぐらい続くのでしょうか。多分2023年ぐらいは平和でまだ良かったよねっていうことになってくると思います。今後はもっと悪くなります。で、まあ、なぜ悪くなるかというと、アメリカが調子が良くて正義の国だった時代というのは、何かやらかすと、要は本来他の国に対しては内政干渉ということで、他の国に影響を与えられないんですけど、アメリカは怒らせると、いきなり他の国でもぶん殴ってくるっていう、アメリカの他の国のルールなんか知ったこっちゃねえやっていうジャイアニズムがあったんですけど、ただ、そのジャイアニズムの裏付けになるものが、アメリカ人の信じる正義というのがあったんですよ。なので、いやいや、他の国いきなり来てぶん殴って人殺しちゃまずいでしょって、至極当たり前の話なんだけど、赤羽じゃねえや、アメリカがそれを許されてたのは、アメリカはそうは言っても正義感のもとにやってるよねっていう、みんな多少許してたんですよ。で、ところがどっこい、アメリカの景気が悪くなってしまったので、もう海外の模様ごとに俺たち首突っ込んでる場合じゃねえよってことで、世界の警察をやめますって言っちゃったんですよね。で、世界の警察やめますっていうので、いやいや、本当は世界の警察やるんじゃないのって思ってたんですけど、アフガニスタン撤退してみたりとか、この人たちはもう自分たちの正義のために、ガチでお金をつぎ込み続けるっていうのはやらないんだっていうふうに認識されてしまったんですよ、他の国から。で、結果として、ロシアとウクライナの時も、ロシアがウクライナの国境の周りにブワーって兵隊を置いて、当時、20万人ぐらいかな確か国境同士の兵隊を置いて、で、その時にバイデン大統領が介入しないって言っちゃったんですよね。要はウクライナの支援はするけど、実際戦争になったら介入はしないって言っちゃったので、じゃあ介入しないんじゃ行ったるでって言って、ロシアがウクライナに攻め込んで、で、攻め込んだ以上、やっぱり介入しなかったんですよ。で、その後に武器を供与したりとか、いろいろ手伝いをしてたりとか、イーロン・マスクがスターリンクを提供したりとか、ウクライナが戦うための支援はしているのですが、やっぱりアメリカが、アメリカのその兵器を持ってアメリカの軍隊が攻め込むっていうのはやらないというのをやってるので、
なので、やったもん勝ちだよねっていうところが、割ともう2022年から続いているという状態だと思います。なので、アルメニアがアゼルバイジャンを攻め込んでみたりとか、逆か、アゼルバイジャンがアルメニアを攻め込んでみたりとか、で、今回のガザ地区とイスラエルの問題で、で、まあ、もともとガザ地区のハマスがイスラエルに殴り込みをして人を殺したり、さらったりとか人質を取ったのが良くないよね。これはその通りだと思います。ただ、そのやり返す復讐として、全然関係ないガザに無差別爆撃をしたりとか、で、ガザのじゃあ、北の方を攻撃するから、お前ら南に逃げろって言って、ほら、逃げる逃げろって言って、南に逃げた人たちの建物をボーンってぶっ壊してみんな死んじゃったとかっていうのは、いやいや、イスラエルやりすぎでしょっていう風な状況ではあるのですが、でもそれはアメリカは止めないという宣言を申しています。なので、結果として、まあ、イスラエルはアメリカは敵に回したくない。で、アメリカはロシアを敵に回したくない。っていう結果として、じゃあこの先に、多分中国が何かをやらしたとしても、アメリカは中国を敵に回したくないという論理のもとに、多分何もしない。まあ、せいぜい台湾を支援するぐらいだと思います。っていうので、ある程度の軍事力と、その国連の中でそれなりに常任理事国だったりっていうのと、もしくはイスラエルみたいな、めちゃくちゃ金持ってますっていうところであれば、残念ながらもうそこを潰すっていうことはどこもやらないので、なので戦争というのは広がっていくんじゃないかなっていう状況なんじゃないかなと思うんですよね。で、一応今回のガザ地区のハマスがイスラエルを攻めたのとイランは関係ないと言われてるんですけど、一応イランはハマスを支援しているというのがあり、で、そのシリアの空港をとりあえずイスラエルがぶっ壊すとかやってるんですよね。なんかイランが来るかもしんねえみたいな。で、これでじゃあイランが本当に出てきて、イラン・イスラエル戦争みたいな形になると、多分アメリカはイランを攻撃する側に回るので、イスラエルとアメリカがくっついて、イランをついでになんか目の上の炭鉱部だからぶっ潰そうぜってなって、いやいや、それは良くないでしょっていうので、ロシアがイラン側について、で、インドは中立ですって言いながら、なんかちょっとずつ美味しいところを取り、そして中国も中立ですって言いながら、アジアとヨーロッパが疲弊するのを待つっていう、そういう感じで、割とまた世界の治安が悪くなるよねっていうところの、なんか、可能性の方が高い気がしていて、なんか、この先平和になるよねっていうのはあんま見えないんですよね。